さて、皆さんカロードはどうですか？プロシーンがまだ始まっていないので、私もどういうマップか完全には分かっていないのですが、個人的に感じたことを中心に解説していきたいと思います。さて、このマップの第一の特徴は、守り側が両メインをコントロールするのが難しいことです。ジグルで管理するぐらいならできますが、アセントのようにワンウェイを入れることもできませんし、ヘイブン A メインのようにブリーチのスタンを入れて前目に取りに行くことも難しいです。次にそれぞれのエリアを見ていきましょう。攻めは先に抜けることができ、アセント A メインのようにシュラステや軽用ナイフで安全にコントロールすることができます。守り側が前目にコントロールするのは難しいでしょう。また軽用はナイフで A メインだけでなく B メインもかなり安全に取得できるので、メタに入るような気がします。A 側の特徴は A メインを取ったとしてもまだまだ A サイトが遠く、チョークを抜けた先の車線ポジションが多いことです。そのため普通のサイトとは違い、仮にメインが取れていてもそこからスモークを入れてセットすることができません。どちらかといえばこの位置にスモークを入れ、エルボーにゆっくり進行してサイトに行く、もしくはそれをフェイクに B 展開するのがメインになると考えられます。そういう観点で言えばこのバイパーカーテンは非常に強いですね。エルボー進行に非常に強力なだけでなく、安全なメイン取りができ、守り視点はエルボーから A リンクが見れません。サイファーもこういう定点が投げられれば、スプリットやロータスのようにバイパーの代用として採用したのですが、それはできなかったので、バイパーはかなりメタになるような気がします。フェニックスでも抜けることはできますが、さすがにそんなチームはいないよね。B 側の特徴は A とは対照的に、まずメインからサイトまでの距離がかなり近いことが挙げられます。つまりはラッシュが強いということですね。ただ B サイトは非常に守りのポジションが多いので、パラノイアは必須だと思います。そして上側が開けているので、特に月光や軽用のフラッシュが強いですね。守りのポジションは多いとは言いましたが、多くのポジションがカバーのできない位置で、いわゆる死にポジとなっているため、適切にカバーが取れれば比較的攻めやすいサイトのイメージがありますね。そしてミッドに関しては、スモーク一つで守ることができるため、可能であれば守り側が積極的に取りに行くのが強いと思います。一番簡単なのは離婚を入れることですね。平分攻めのミッドのようにオーディンの壁抜きで牽制もできますし、ちゃんとミッドを取りに行く場合だと、現状個人的な答えはテホで、サルボ一つで安全にミッドを取れるのは強いのかなとは感じてます。加えてあえてテホの強みを言うと、ドローンが相場に比べて長いことですね。特にミッドやエルボーは一つ奥のエリアまで取ることができるのでかなりの差が出ます。ただ問題なのが、距離としては攻め側の方が近いため早く抜けることができてしまうということです。そのため現実的には攻め側が階段スモークを入れることで取ろうと思えば取れてしまうような気もします。さらに仮にミッドが取れたとしてもスモークがないと守れないので、最終的にはスキルを使わせたら明け渡すしかないとは思います。メインは攻めが取りやすく、ミッドはスモーク一つで守れるので、理想論としてエリア的にはまずこのような形になると思います。かなり珍しい形ですね。この形の時の特徴としてはまず B サイトはリテイクできることが挙げられます。これはエルボーさえ保持できていれば3方向からのリテイクが可能となるからです。少しランクやスイフトを回してみた感じ、この形を作れればほぼ勝てます。この形を作るためにはエルボーを死守することが重要で、例えばサイファーなどならサイトよりもエルボー対できるようなセットアップをしてもいいでしょう。この位置のサウンドセンサーも強力だと思います。結論としてミッドが取れているなら B サイトはリテイクでエルボー死守がいいと思います。逆に攻め視点の場合、ミッドを使わずメインからのみ攻める場合はエルボーのエリアを取る必要があります。エルボーまで取ることでリテイクの難易度を非常に上げることができます。プラントしてからプッシュする形でもいいですが、このレトロフさんのツイートのようにネオンを使ってエルボーとヘブンを使って挟み込むのはかなり強そうですね。とはいえ問題は守りでミッドコントロールされた状況ですよね。攻め側はバロラントのセオリー通りに動くとしたら、先ほど説明したようなナイフなどでメインテイク、ホールドからミッドのエリアリテイクの形になると思います。加えて先日バズってたように、このマップは CT のローテが非常に時間がかかるので、ミッドを完全に取られると仮にサイトをリテイクにしたとしても、人が集まりリテイクできる状態になるのに時間がかかるため、他のマップに比べてもかなり守りづらくなります。そのため A 側に関しては、先ほども説明した A 側はメインからサイトの距離が遠いことを生かし、徐々にラインを下げていき遅延するような守りを意識したいです。ミッドが取れている場合はなるべくチョークで守りたいですが、ミッドを取られている場合は
A リンクがパールのアートのように死にポジになり、かつサイト側に引くのも難しいので、このような配置になると思います。この状況でもなるべくタエを意識するべきだと思います。またミッドにまだ人がいる状況なら、リスクを取ってでも人数をかけてミッドを上げるのがベターかなと思います。相手のミッドテイクに対して、スプリット B のようにメインテイクするのもなしではないですが、ドライで取り返すことができるのかかなり疑問です。ライン下げてタエがメインになりそうかなと思います。B 側はもっと難しいです。B 挟みされたら、リテイク時、ウィンドウから人数かけていくのは階段があるので無理ですし、かといって正面のみのリテイクだとローテ時間的にも厳しい上、平分 A のように実質一方向からのみのリテイクになってしまいます。この状況なら、裏から B メインが必要な気がするんですがどうなんでしょうね。ここまでの話の結論として、守り側がエリアを取り、キープするのがかなり難しいマップだと感じます。そのため、どうしてもオペレーターに頼る必要があると思います。例えば、B メインは先置きできるので夜などがオペを受けているだけで、かなりまともな守りの配置を作ることができます。また A エルボーから A リンクのラインも45メートルとかなり距離がありますしね。さらに、エリアを取るというより、カウンターやプッシュ重視になるとも思えます。例えば、ミッドを夜のフラッシュでカウンターするとか、B メインをパラノイアで当たるとか、個人的な感想を言えば、守り方が開拓されるまではかなり攻めマップになる気がしています。ローテートがかなり遠いことに加え、なんだかんだメインとサイトが近いので雑に攻めてもサイトの人数有利がどうしてもついてしまう気がします。プロはどういった解決法を見つけるのか楽しみですね。そうだ、構成の話を忘れてました。率直に言って、オーメンバイパーはかなり必要な感じがします。最初に説明した通り、バイパーのカーテンがないと A 側のコントロールが難しく、その動きは他のキャラではあまり代用が効かないためです。そのため、このような2コン2イニシ構成や2コン2リエ構成は無難に強そうではあります。ですが、守りではどうしてもエリアコントロールで守るというより、タエや遅延の方がメインになってくるように思えるため、個人的な理論値構成はデッドロックテホ構成です。またバイパー抜きでサイファーを入れるのもありなのかなと思います。サイファーはバイパーカーテンのコントロールにも強いですし、なんだかんだ攻めのメインワイヤーやオペケアのカメラが欲しいので、現状やや過小評価されているように感じます。いかがだったでしょうか。新マップの稼働度の理解度が上がったと感じてくれたら嬉しいです。まだまだ何が強いかわからない部分も多いので、この構成強かったとかこの動き刺さったなどあったらぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。というわけで、切り花プロジェクトでした。ご視聴ありがとうございました。